時は動き出す。F5。これから競技プログラミングをやるぞ。でもエディタとかの設定がよくわかんない。という人のために、環境構築を実演する。競技プログラミングって何って人は、前々回と前回の動画を見てほしい。それで、これは Windows 11？そうだが、Windows 10は画面の見た目以外ほぼ同じで、Linux は WSL が不要なこと以外ほぼ同じ。Mac は C++ を使うならややトリッキーかもしれない。説明に資料を載せるから、それを見てほしい。さて、そろそろ始めるぜ。まず、VS コードから。メモ帳の豪華版だっけ？エディタ。これは、ダウンロードページに行けば手に入る。適当なブラウザを開いて、この URL を入れろ。あ、ちょっとカット。お察しの通り、このマシンは OS インストール直後だぜ。Windows だよね。もちろん、他の OS なら他のをクリック。始まった。ちょっと時間かかるかな？ダウンロード完了までカット。入手したファイルを実行。デフォルト設定のまま次へで問題ない。が、パスへの追加だけは一応注意。もしチェックが外れていたら、入れる。入ってるね。ちなみに上3つは好きにしていい。待つ。カット。出てきた。英語？まあ、日本語にするか？どうやるの？ここをクリックして拡張機能を入れる。検索欄にジャパニーズとでも入力。これかな？もちろんインストール。言われる通り、VS コードを再起動。日本語になった。ついでにもう一つ拡張機能を入れる。WSL で検索。これ？はい。VS コード単体でのセットアップはこんなところ。興味があれば GitHub コパイロットもどうぞ。それも拡張機能？そう。有料だけど無料お試し期間があるんだっけ？前々回そう言ってしまったが見落としがあって、学生はただ。ちょっとやらかしたね。視聴者の方の5、6割はこれに該当すると思う。申し訳ありませんでした。さて、WSL に移る。これは何？というか、今インストールしなかったっけ？これは VS コード側に入れるやつで、WSL 本体は別途インストールする。で、結局 WSL って何？ Windows で Linux を動かすツール。今更だけど、Linux って何？ OS の種族とでも言っておく。今回はその中の Ubuntu を使う。なんでわざわざ別の OS を入れるの？ Linux だと Unix コマンドが使えて便利だから。Unix コマンド？後で実例を見る。そろそろ始めるぞ。Windows のタスクバーの検索欄に、PowerShell と入力。これ？管理者として実行。普通に開くと失敗するぜ。はい。WSL スペースハイフンインストールと入れてエンター。うまくいってそう。カット。途中で何か聞かれたらはい。パソコンを再起動しろってこと？ああ。カット。再起動でまた少し待たされたね。ここでまた少し待つと、Ubuntu が自動で開く。はず。もし開かなかったら、Ubuntu をタスクバーで検索して開く。もうタスクバーで、こんな風に数十秒くらいは待っていいかもな。で、また待つの？カット。これは、名前を入れろってこと？もちろん半角でな。使える文字は、英語文字数字ハイフンアンダースコア。最初の文字は英語文字。そんなの書かれてなくない？まあ、後で変な問題に会いたくなければ従え。パスワードを決めろってこと？今度は半角文字なら大体何でも使える。あれ、何も出ない。問題ない。もう一回？待て、カット。終わり？これで Ubuntu はインストールできたが、次のステップの準備をする。まず、Ubuntu のパッケージリストを更新。パッケージリスト？とりあえず、さっき決めたパスワードを入力しろ。なんか始まった。
インストール可能なソフトの一覧の更新ってとこ。インストールまではしない？そういうこと。カット。終わった。じゃあ、使うソフトを実際にインストールする。何これ？最初のは C++ のコンパイラとか、二つ目は C++ のデバッガー、最後のはおまけ。なんか聞かれてるけど、イエス？エンターでいいぜ。ちなみに、C++ を使うつもりがなくても、セットアップはしておくことを勧める。なんで？他人の C++ コードを動かしたいことがあるから、カット。終わった。一応、本当にインストールされたか確かめるか。OK。OK。もし空欄が返ってきたら、アップデートをもう一度実行してほしい。これで終わり？まあ終わりだが、最後に作業フォルダを作って、その中で VS コードを立ち上げてみる。フォルダ構成は自由だが、今回は VS コードの公式チュートリアルに従う。これはフォルダを作ったりするコマンド？メイクディレクトリ、チェンジディレクトリ。ちなみにこういうのが Unix コマンドだぜ。よし、ここで VS コードを起動する。点もいる？このドットは、現在地っていう意味。またなんかインストールされてる。VS コードとの通信用のミニサーバー。これは初回だけだぜ。カット。開いた。はい、作成者を信頼します。画面左下に WSL Ubuntu とあれば OK。あるね。というわけで、これをもって WSL のセットアップは完了とする。これで VS コード足す WSL は完成？そうだな。試しに Python のコードを動かしてみようぜ。これは例のコンテストサイトのサンプル問題。アカウントがなければ、ここで作る。ただだよね？もちろん、ログインしたら、問題をクリック。A をクリック。少し下の方に Python3 の回答例があるから、コピペする。上。あ、これだね。コピーして、VS コードに戻る。ターミナルを開く。どこ？メニューのターミナルから新しいターミナル。慣れてきたらショートカットキーで。ターミナルってこれか。コードを貼るファイルを作って開く。なんか出たけど邪魔だよ。失礼。A.py の拡張子に反応して、Python 用の拡張機能を進めてくるから、入れる。カット。終わったら、さっき開いたファイルに戻って、さっきコピーしたコードをペースト。保存。動かすには？いくつか方法があるが、F5 キーを押すのが多分一番楽。Python ファイルをクリック。始まった？さっきの問題ページに戻って、入力例をターミナルにコピペしろ。動いた？動いた。せっかくだしデバッグ機能を使ってみるか。9行目の左の空間をクリック。これでいい？ブレイクポイントがついたぜ。また F5 を押してみろ。入力例をもう一回貼る。止まった？この時点での変数の中身が表示されたりする。適当に書き換えてみろ。書き換えられるの？おっと。時は動き出す。F5。動いたな。あと、コマンドラインでも実行できる。ファイル入出力もやっておくか。開いたファイルに入力例を貼って保存。で、ここから入力を読んで実行して、結果もファイルに書き込む。ちなみにパワーシェルだとこれが少し面倒。何も出なかったけど、アウトテキストっていうファイルができてる？できてた。そろそろ提出するか。今回はコードをコピペするんじゃなくて、ファイルを選んで提出してみようぜ。言語は Python？何個かある？基本的には PyPy を選べばいい。で、ファイルを開く？この欄の下の方に Linux というのがあるはず。あった。Ubuntu。ホーム。これだね。提出。
ったね。Python の実行とかについてはこんなところ。何してたんだっけ？VS Code プラス WSL が完成したので、試しに Python を動かしていた。最後に、@coder ライブラリを入れて C++ を動かす。ライブラリ？使い回せる機能集ってとこ。とりあえず、ソースコードをダウンロードする。コードをクリック。今回はダウンロード ZIP。とりあえず解凍する？ああ。このフォルダを Ubuntu に入れる。ちょっと中見ていい？ああ。じゃあ切り取るよ。Linux あった。まあ、適当にフォルダ作るか？ここに貼るね。今貼り付けアイコンを見逃したな。一応中を見るよ。よし、じゃあサンプル問題のコードを取りに行く。このページの下の方にある。これかな？コントロール A コントロール C して、サンプル問題へ。まあ、とりあえず VS コードにコードを貼るか。あ、ちょっと待った。何？ A.py をちょっと変な場所に置いちゃったかもな。プラクティスっていうフォルダを作って、その中にしまうことにする。ムーブ？そう。ちなみに CP でコピー。じゃあ、プラクティス2っていうフォルダを作るか。この中に今回のコードを貼るファイルを作る。またなんか出たけど邪魔だよ。もちろん C++ 用の拡張機能をインストール。カット。さっき開いたファイルにさっきのコード貼るよ。なんかエラーって感じ。赤破線にマウスカーソルを合わせて、クイックフィックスをクリック。インクルードパス設定の編集。CCPP プロパティーズ JSON をクリック。インクルードパスってこれ？すでにある項目の後ろにコンマを打って、さっきライブラリを置いた場所を追記する。ダブルクオーテーションで囲んでな。これでいい？もちろんコントロール S で保存。赤線消えた。じゃあ、実行するか。F5 だっけ？ C++ アクティブファイルのビルドとデバッグ。すると失敗する。いや、失敗でも設定ファイルが作られる。中止して、VS コード内のエクスプローラーへ。.VS コードっていうフォルダの中の、tasks.json を開く。さっきいじったファイルもあるね。args の末尾に、-i と、さっきと同じライブラリの場所を追記する。コンマとダブルクオーテーションを忘れずに。さっきのファイルからコピペするよ。コントロール S で保存。これで F5 で実行できるかな？ OK、入力を受け付けている。ああ、せっかくだしブレイクポイントつけるか？どこ？15行目とか。止まったね。例の中身でも見るか？実行を進めるのも F5 だっけ？他にもあるが、今回はそれでいい。変わった。また変わった。終わり？このガイドもそろそろ終わりで、最後に、コマンドラインで実行するか。とりあえず、コードのある場所へ。コードをコンパイル。コンパイル？機械語に翻訳する。また失敗したけど？設定ファイルを開いて、ライブラリの場所をコンパイラに教える。ファイルの一番下へ。この2行を追記。上の行はいいとして、下は何？ついでにスタック領域の制限を外している。スタック領域？何度も再起するコードを実行すると、狭いスタック領域を使い果たすことがあり、それによるエラーを防ぐ。まあ、始めたての頃は多分関係ないが、ちょっと書き足すだけなのでついでにってとこ。
保存したよ。これでコンパイルできるかな？このファイルは保存するだけでは効果がなく、読み込まないとダメだぜ。さすがに大丈夫かな？何も出なかった。問題なしってこと。あとは実行。動いたね。これで全部終わり。前々回から今回までが第0章ってとこで、次回から問題を解く話に入るぜ。何を話すの？これから決める。方針はほぼ決まっていて、まずは各トピックについて非常に簡単に話す。トピックってどんなの？全探索、DFS、TP、二分探索、とか。DFS って何？そういう話をする。は簡単な話を一周してからは完全に未定だぜ。正直、難しい話は需要が少ないね。というわけで、次回は多分、全探索とは？あるいは、問題を解くとは？という話をする。大きく出たね。よかったらチャンネル登録お願いするぜ。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。